やじ馬大学。俺の名前は拓也。俺は西東京のカリスマと呼ばれていたオーナーの店で運転手兼ホストをしていた。自分がカリスマだということを鼻にかけているところがあったオーナーは、一部の歌舞伎町系ホストとも倹約でかなり敵が多い人なんだ。俺を含めて従業員に対しても営業中、女性の前でボコボコにした後、裸にさせ、チコと首をネクタイでつなぎ、あるに割り箸を入れた格好で新規や常連客のテーブルを回らされるという行為も日常茶飯事な状況にうんざりしていた。お客さんを引っ張ってこいと言われてキャッチをしたら私服警官に捕まり、お店が営業停止になってしまい1000万円支払えって取り巻き連れて家に来たこともある。理不尽に殴られて毎日こき使われて休みもない。このままだと俺の人生めちゃくちゃだ。殺してしまいたい。拓也、殺すのは間違ってる。じゃあどうすればいいんだよ。と彼女と押し問答になりながら包丁を持ち出して家を出たところを彼女に止められたこともあった。本当に俺はもう我慢の限界だった。ある日、オーナーと共同経営者でナンバー2のホストだった一郎さんから声がかかった。拓也、オーナーを殺したいぐらい憎いんだろ。いや、オーナーに対して殺意を抱いているのはお前だけじゃない。お前は特にオーナーからひどい目に遭ってるじゃないか。確かに。そこで拓也に相談なんだが、話の内容は一郎さんの知り合いがあるものを用意するので実行犯を俺に任せたいということだった。その後はどうするんですか？埋めるだけでは見つかる可能性があるから、ある方法で処理するつもりだ。ある方法？方法について聞いたときは驚きを隠せなかったが、俺は実行犯になることを受け入れることにした。他にも一郎さんから必要な道具と広い場所が必要ということで、俺は実家を作業場にすることにしたが、実家で作業をすると父親にバレてしまう可能性があった。そのため彼女にお願いがあるんだけど。どうしたの？親父と一緒に飲みに連れ出してくれないか？犯行計画について彼女にも説明し、最初は大反対してきたが、俺の考えが変わらないと分かったのか。分かったわ。彼女に犯行の前日の夜から父親を飲みに連れ出してもらうことで作業場と時間を確保。一郎さんの奥さんと奥さんの妹の姉妹が居酒屋を経営していたため、大量にパイプ洗浄剤などの類の強アルカリ性の薬剤の準備も整った。そして一郎さんの知り合いが用意したものを手に入れた俺は、試し撃ちなど準備万端な状況で完全犯罪に向けてオーナーがいるお店に向かった。西東京でホストクラブ開くなら事前に挨拶として金持ってこいと、オーナーは複数の人たちとカリスマだということを鼻にかけた。相変わらず強気な態度に腹を立てながらも計画通り、俺は躊躇なくオーナーの頭に向けて憎しみとともに放った。崩れるように倒れたオーナーを収納ボックスに詰めた後、友人にお願いして計画通り実家に運ぶことにした。実家に運搬した寸胴鍋にオーナーの死体を入れ、パイプ洗浄剤などの類の強アルカリ性の薬剤を大量に投入してコンロの火をつけ、おぞましい遺体処理方法を始めた。予想に反して了解に長時間かかり、夜になっても全部溶かすことができずに。一郎さんですか？どうした？何か問題でも起こったのか？大問題ですよ。思ったよりも解けないんですよ。落ち着け落ち着け。このままのペースだと親父に犯行が見つかっちゃいますよ。どうするつもりですか？だから落ち着け。すぐに薬剤を追加するように連絡しておくから。とりあえず作業を続けるんだ。また連絡する。時間が経過するにつれて溶かしている死体から発する臭気も尋常ではなかったが、予定通りに進まない状況に俺は焦っていた。その後薬剤を追加しても溶けきらなかった状況の中で、俺の頭によぎった嫌なことが現実となってしまった。朝8時頃、彼女と親父が帰ってきたのだ。親父の隣にいた彼女は何とも言えない表情をしていた。俺のために頑張って翌朝まで時間を引き延ばしてくれたが、親父が人間を鍋で煮込んでいる画面を目の当たりにしてしまった。拓也、一体何をしてるんだ？
親父、頼む。話を聞いてくれ。なあ、頼む。頼むも何もないだろう。拓也、警察に行こう。頼むから続けさせてくれ。親父の俺を犯罪者にするわけにはいかないという思いがひしひし伝わってきた。が、俺も懇願し続けたことで、親父は聞き入れてくれたようだ。溶けるのを待つしかなかったため、その間、親父に鍋が吹きこぼれないようにと、見張り役だけでいいとお願いして、彼女と共に湖に犯行に使った道具を処分した。処分して実家に戻る途中に俺は、親父が警察に連絡をしていないか不安だったが、戻ると親父は見張り役をしながらリビングで死体が溶けるのを待っていた。犯行後2日目。全部溶けるんじゃないのか？話が違うじゃないか。あらかた肉と骨は溶けるも、溶け残った骨に俺はかなり焦っていた。鍋から骨を出して砕き始めた俺を見るに見かねた親父が、何もしなくていいと言われていたが、手伝うよ。と、浴室内で寸胴鍋を洗ったり、浴槽で細かくコッペンにして、浴室内の排水口への投棄も手伝わせてしまい、死体損壊に関与させてしまった。後日、親父の提案で、親子で残った大きな骨をスポーツバッグに詰め、河川敷で犬と一緒に彼女も同道させてバーベキューを装いながら残った骨をハンマーで砕いて投棄。完全にオーナーの存在を消してしまった。彼女だけでなく親父まで巻き込んでしまったが、完全犯罪になったと正直なところ、俺は肩の荷を下ろした。オーナーがいない世界で暮らしていけると思うと幸せな気分になっていた。交友関係や金銭トラブルを徹底的に調べ上げた刑事にオーナーの行方不明で、俺と一郎さんは死体損壊、遺棄容疑など疑いをかけられ、携帯を壊して埋めた容疑で逮捕されたが、ドキドキしながらも決定的な証拠が見つからず、刑事たちも膠着状態だった。死体遺棄損壊の時効は3年のため、刑事たちもかなり焦っていたと思う。捕まってから話を聞いたのだが、犯人はこの2人で間違いないんだ。でも証拠がどこにも見つかりません。時効で無罪にさせてたまるか。動員数を増やしてでも見つけるぞ。調べていくうちにパイプ洗浄剤などの類の強アルカリ性の薬剤を大量購入していることにたどり着き、何度も実験して人間の肉を溶かせることを実証した。俺の実家の犯行時期の水道使用量が当たったようで、いつもの約3倍になっていたことから、刑事たちは敷地内の汚水槽に潜り込んで顔面の骨らしきものをすくい取った。すくい上げた骨は劣化が激しく DNA は照合できなかったが、小さなネジが証拠になったんだ。ネジでどうして俺が逮捕されたのかだって。刑事たちは顎の骨に埋め込まれているインプラント手術に使われるチタン合金のアバットメントスクリューというネジだと判明して、同型のインプラントネジは全国で599本流通しているところまで突き止めた。このネジにはシリアル番号のような識別番号はない。ネジが証拠になるなんて思ってもみなかった。全国の歯科医院一軒一軒を回り、一本ずつそのインプラントは誰に埋められたものか、599人を追跡調査して割り出したそうだ。時効まで残りわずかなところで刑事たちの執念で逮捕されてしまった。犯行後は彼女と結婚して子供も生まれたが、逮捕前に離婚。今まで被害を受けてきたことを思い返すと、オーナーに対してはノーコメント。まあ、懲役20年の判決を受けているが、現在控訴中だ。正直、犯行で妻や友人、親父を巻き込んでしまったのは本当に悪いと反省している。